はい、こんにちは。なんとかのガクです。最近動画のトレンドとして Photoshop の AI を使ってそれを動画に活かしていくっていう方法がありますと。で、それを今日はどうやって作るのかっていうのを調べて、それを発展すると動画としてどういう可能性があるのかっていうところまで、皆さんに共有しながら一緒に調べていけたらなっていうふうに思います。で、早速調べていこうと思うんだけど、こういう時まずよく使うのがもうひたすら YouTube で調べるっていうのと、インスタでそういうストーリーがよく上がってるのを見るので、そういったこう参考にどうやって作ってるのかっていうのをまずは調べていきたいなっていうふうに思います。よし、ある程度コツが分かってきました。コツとしては、動画を一枚一枚のフレームごとに画像として書き出しをして、その画像として Photoshop で AI の修正をして、それをまた動画編集ソフトの方に戻して一連の流れているような動画にするっていう方法でこういった動画が作られていることが分かりました。なのでちょっと簡単な解説を紹介したいと思います。まずはプレミアを開いて、編集したいフレームの箇所でカメラマークを選択して、保存したい名前、フォーマットはピングを選択して、保存するファイルを選択したら保存をしましょう。そしたら次に Photoshop を開いていきます。保存した画像をドラッグ&ドロップして読み込んだら、クロップツールを選択して画像の範囲を広げていきます。そしたら範囲選択ツールを選択して画像の範囲を囲っていきます。そしたら選択範囲を逆転させるボタンを押した後に、キーワードは特に入力せずに検索をしてみましょう。AI が違和感のない背景を作ってくれるので、同じ動作を繰り返してさらに範囲を広げてみます。そしたら次に生成された画像の中でいらないものがあるので、これをイレースで消してしまいます。次にここに植物を生やしていきましょう。植物を生やしたい場所を四角で囲ったら、次はプランツと入力してキーワードを検索してみましょう。そうするといくつか観葉植物がこのように生成されていきます。お気に入りの植物が見つかったら、これをエクスポートしてピングとして保存をしていきましょう。設定でピングとして書き出したら、次は保存した画像をプレミアプロで再度開いていきます。プレミアにドラッグ&ドロップで持ってきたら、先ほどの合わせたいフレームの位置にドラッグ&ドロップして画像を読み込んでいきましょう。そしたらスケールを調整して画像にぴったり合うように調整をしていきましょう。そしたらレイヤーで元の動画の部分の方を上に持ってきて、なるべく位置が合うように調整をしていきます。この時に不透明度を調整してあげることで、後ろの画像とのぴったり合わせるっていうのが簡単にできるのでおすすめです。ここで拡大比率や位置を変更してぴったり合う位置を探していきます。このようにぴったり合う位置が決まってきたら、次に境界線を違和感ないように調整をしていきましょう。ここで使うのがマスクのペンツールを使っていきます。ペンツールでは動きがある場所をちゃんとペンツールの中で囲って、大雑把に囲うことができたらマスクフェザーを調整してあげて、境界線を曖昧にぼかしていきます。こうすることで境界をぼかすことができました。次に色の調整をして、なるべく背景と元の動画との色合いがちゃんと合うように調整をしていきましょう。これで完成です。じゃあ今覚えたことをどうやって発展させていくのかっていうことについて考えていこうかなっていうふうに思います。まずどうやったら他の間に拡張できるかっていうのを考えるときに、まず一つ目が書き直す能力があるっていうのは何よりもこの機能の特徴かなっていうふうに思います。だから何かあるっていうものをちゃんと作り直すっていう能力、あとは逆に作り直すじゃなくてそれをなくすっていう方法、あとは書き換えのやり方の応用編として、それを似たものを出力するっていうこともできるようなことがちょっと AI の特徴かなっていうふうに思ってます。あとは書き換えといったものの特徴の他に、もう一個拡張っていったところの使い方ができるのかなっていうふうに思ってます。拡張として使えるのは、例えば外の範囲、画面外の範囲のことに対しても出力ができるので、画面をもっと広く使うっていうこともできるようになるし、例えば横画面で撮ったやつを縦画面として作り直すとか、何かしらこうズームをしたい時にそれを表現できるとか、そういうふうに単純に何かしら作り直すための AI としてじゃなくて、表現の幅、これまでカメラの性能であったりとか、これまでの撮り方ではできなかったことができるようになるっていうのは、今回のこれのちょっと面白い特徴なのかなっていうふうに思ってます。なので今回の特徴である、まず何かを書き換える能力で、もう一つの拡張っていったものを使って何か応用テクニックを使ってことによる動画の表現を考えてみようかなっていうふうに思います。よし、じゃあ外に撮影しに行きたいと思います。よし、じゃあ街中に出てきたので、ちょっとここら辺でハイパータイムラプスの撮影でもしようかなっていうふうに思います。はい、ちょっと日付変わって髪型も変わっちゃったんだけど、
この撮ったハイパータイムラプスを使って、そこの中で AI でコマ送り的なアニメーションを作っていこうかなっていうふうに思います。この AI の特徴として、そういう他の技術と合わせて組み合わせることで、これまで面白く見えてたものがさらに面白く見えるっていうところがあるのかなっていうふうに思ってます。で、実際このハイパータイムラプスとコマ送りっていうのはよくインスタとかでよく見るものにはなるんだけど、他にも服装を変えるとか、コマ送りでね、持ってるカメラをいろんなカメラの機種に持ち替えたりとか、つけてるサングラスの形をいっぱい変えていくとか、そういういろんなアニメーションの使い方ができるかなと思って、平坦な動画っていうところにちょっとアクセントをつけるとか、そういう風な使い方もできるのかなっていう風に思ってます。ってことで、作り方も含めてどうやって作ったのかっていうのを、説明していこうかなっていう風に思います。まずはプレミアを開いて編集したいフレームを選択していきます。そこで I と O を押して開始位置と終了位置を調整していきましょう。範囲が選択できたら上の方のエクスポートを選択していきます。ここの時に保存形式はピングにすることを忘れないようにしてください。保存したいファイルを選択してあげてエクスポートをすれば画像として書き出すことができます。ファイルを書き出すことに成功したら、次に Photoshop を開いて先ほどできた画像を読み込んでいきます。画像が読み込めたら一番最初の画像を選択します。選択ツールで該当箇所を選択してキーワードを入力して AI の画像を生成していきます。ここで何か好きな画像が見つかったら、次にコントロールタブを押して次の画像に切り替えていきます。次の画像でも同様に範囲選択ツールでキーワードを入力して検索をして次の画像を決めていきましょう。今は英語で入力していますが、これらは日本語のキーワードでも検索することができます。あとはこの作業を何回も繰り返し、画像が全て作り終わったらファイルのスクリプトからイメージプロセッサーを選択していきます。次に Use Open Image を選択した状態で保存したいファイルの場所を選択していきましょう。そしたら次に Run を押すことで、これによって全ての画像をピングファイルで書き出すことができます。次にプレミアに戻ってインポートのファイルからファイルを選択していきますが、ここの時に一番最初の画像を選択してオプションの表示からイメージシークエンスを選択することで全ての画像を動画として読み込むことができます。このようにしてあとはエフェクト等を追加すれば完成です。ってことで、今回初めてこの AI を使った動画を挑戦してみたんだけど、もともと動画は自分作ってた側だから、ある程度そのプレミアだったりアフターエフェクト、フォトショップの使い方は分かっていたんだけど、こういう AI っていった新しい技術が新しい動画の作り方を変えていったりとかっていうのは結構興味深く気になってたところだったので、今回時間持ってこうやって調べて実際作ってみるっていう行動ができてよかったなっていうふうに思ってます。そうですね、こういう新しい技術であったりとか、その使い方がわからないものっていうのは結構多分これからもいっぱい出てくると思うんだけど、そういったものをなるべくこういう勉強するだけじゃなくて、それを使って実際に作りきるってところまでこのチャンネルではいろいろやっていきたいなというふうにこれから思っているので、もしよければチャンネル登録をお願いいたします。ってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。